皆さんこんにちは。動画投稿が滞ってしまっていてすみませんでした。薬局実習が終わったんですけど、ちょっと実習期間中はいっぱいいっぱいになっちゃって、あんまり動画の方まで頭が回らなくて投稿することができてませんでした。明日から病院実習が始まるんですけど、今度こそは実習期間 Vlog とかちゃんと上げれるようにしていこうと思ってます。あと週に1回になっちゃうんですけど、長尺10時間ぐらいの勉強動画をアップしていこうかなと思うので、今チャンネル登録と通知の方をオンにしていてください。ということで今回の本題なんですけれども、タイトルにもある通り、日本での実習が終わった後に海外に留学に行くことになりました。インスタでは少しお話ししたんですけど、英語の教科書ここにあるやつでなんか勉強してるのを投稿したりすると、なんでこういうの使ってるんですかとか質問をよくいただくので、ちゃんと YouTube でこのように動画で報告しようかなと思って今撮ってます。でこの動画ではなんで留学に行くのか、留学が決まるまでのステップとか、それまで頑張ってきたこと、これから頑張ることなどお話ししていこうと思います。留学とは言ってるんですけど、普通の学部の子が行くような留学とは違って、日本の薬学部のカリキュラム上長期間行くことができなくて、なので私は1ヶ月半だけ行きます。全部授業ではなくて、大学の授業にも参加するし、薬剤師としての実習にも参加するっていう感じになります。そうは言っても薬剤師っていうのは、例えば日本で薬剤師の免許持ってるからといって違う国でも薬剤師として働けるかっていうと、そういうことは全くないので、そういう互換性の問題で日本での実習と同じような実習ができるとは限らないんですけれども、一応そういう形になってます。で国は、詳しくは言えないんですけど、ヨーロッパに行きます。海外は何カ国か行ったことあるんですけど、ヨーロッパ行くのは今回が初めてです。じゃあなんで留学に行きたいと思ったかについて話します。まず遡ると、私は1年浪人して今の大学に入ったんですけど、行きたかった大学ではなくて、過去問を取れたことがないような大学に入りました。で自分の努力不足で自分が招いた結果っていうのはちゃんと分かってるんですけれど、1年間追加で勉強に費やしたのに行きたい大学に届かなかったっていうのが本当に悔しくて、コンプレックスみたいな感じで今も思ってます。で今の大学に入ろうって思った時に、こういう留学のプログラムがあるのを知って、いつまでもそういう志望に届かなかったっていうのを引きずって後悔するんじゃなくて、入るからには何か目標を持ったりチャレンジをして唯一無二の大学生になろうかなと思って、留学した時からこの留学には行きたいなって思っていました。でもう一つ、私は海外に行くのがすごい好きで、大学に入ってから、新歓とかサークルとか行かないで必死にバイトして友達と1週間ぐらい海外旅行に行ったりとか、あと大学の受験勉強してる時も YouTube で海外の大学生の Vlog 見たり、あと日本の大学生で海外に留学行ってる人の Vlog 見たりして、日本の大学生活とはまた全然違うなっていうのにすごく憧れを抱いてたっていうのも理由としてあります。そんなような感じでモチベーションはあったんですけど、1年生の時はコロナ前だったので結構遊んでしまって投げやりな感じになってたのが正直なところです。そんな時にちょうどコロナが流行って、自分と向き合う時間が増えて、ずっと遊んでるような生活を続けるのは恥ずかしいなって思って、もともと私はどういう大学生活に憧れてたのかなってもう一回考えて、ステイホームの時間があったので、それを生かしてちゃんと努力しようと思いました。だけど何から始めていいのか全然わからなかったので、まずはもう英語の先生にとにかく行きたいんです、何すればいいですかってメールを送って、そしたらいろいろ教えてくださって、こういうツールあるよ、こういう勉強方法あるよって教えてもらったんですけど、留学のこと自体はあんまり詳しくわからなかったんですよね。なんですけど TOEIC とかなんかの英語の試験のスコアが必要っぽいのをなんとなく汲み取ったので、まずは TOEIC で高得点を取ろうって決めて、あとは英会話にも全く自信がなかったのでオンラインで
英会話を始めました。であとは経済面で頼ることなく、そういうのも全部自分で行こうと思ったので貯金も始めました。でそんな感じでずっと大学過ごしてきて、で今年の冬にちょうど募集があって、いくつかコースがあったんですけど、TOEIC の点数が一番高いコースであった750点っていうものに申し込みました。毎年どの大学でも TOEIC を年に1回ぐらい受けなきゃいけないと思うんですけど、その時の点数が720点ぐらいしか取れなくて、私はもっと取れると思ってたので、そこで結構ショックでちょうどその次の週に TOEIC の IP テストっていうのがあったのですぐ申し込んで、でそこで855点っていうのを取れて、今回行くことになった留学に申し込めるっていう感じでした。で他にも英語のエッセイとか書類とかいろいろ用意して、でそれが書類審査を通過できて、その後に日本語と英語の面接もありました。ですごい覚えてるんですけど、ちょうどその日雪降ってたので、私はもうスーツ着てロングブーツ履いてダウン着てっていう感じで大学行きました。それで私はコロナ禍にこれだけ努力してきたんだっていうのとか、あととにかく行きたい気持ち、意欲をぶつけました。英語の面接は緊張しちゃって、なんか思う通りに言葉が出てこなかったりしたので、落ちちゃったかなってちょっと思ってて、ドキドキしながら合否が出るまで1ヶ月ぐらいあったので待ってたんですけど、薬局の実習が始まってからメールが来て、留学先の先生と面接というかディスカッションみたいなものをセッティングしてもらえることになりました。でそのメールが来た時に、私の英語力というか話す力がなかったんだなと思って、だからもう一回チャンスあげますみたいなものかと思ってたんですけど、そういうわけではなくて、結構前向きなものっていうのが分かったので、ここでもう一回頑張れば多分いけるなと思って、そこからはポジティブに頑張りました。実際にその面接の時、あっちの教授と話すのは実習が終わってから家に帰ってきて、あっちのお昼ぐらいの時間に合わせてオンラインでお話ししました。その時は結構ポンポン言葉が出てきたので、これはいけたかなってちょっと思ってました。そんな感じで結局最後まで通過することができて、留学生として選んでもらえるようになりました。ここまで私がこんだけ頑張ってきたんだよみたいな感じでお話ししたんですけど、私が仮にそういう努力をしたとしても、この要素がなければいけなかったなっていうのがあるので、それもお伝えしたいなと思ってます。まず1つ目は運ですね。さっきこの留学のプログラムは近年ずっと中止だったって言ったんですけど、たまたま私の学年から再開することになったっていうので、すごく運の要素が大きかったなと思います。私がどれだけ英会話を頑張っても、どれだけ英語の勉強とかを頑張っても、そもそもこれやりませんって言われたらいけてなかったので、運が味方をしてくれたなと思ってます。で2つ目はいつも応援してくれてる皆さんのおかげだなということです。なんでかっていうと、私がさっきオンライン英会話を始めたって言ったんですけど、そのオンライン英会話の受講費っていうのは YouTube の広告収入から当てさせていただいていました。あとは留学のための貯金とかも同じく YouTube の広告収入から出したり、あとはインフルエンサーとしてお仕事をいただいたり、こうやってサムとしてたくさんの方に支持していただいてるっていう状況で、皆さんには公開してないんですけど、他にいただいてたお仕事とかもあったので、そういうものから貯金を続けて来れていました。こうやって皆さんの応援がなかったら、多分私は経済的にこの留学を諦めていたかなと思うので、すごく感謝しています。皆さんに行かせていただく留学だと思ってます。本当にありがとうございます。最後は親ですね。貯金をしていたって言ったんですけど、物価上昇とか円安がかなり影響してきてしまって、自分が最初思っていたよりも多くのお金が必要になるっていうことが分かったんですけど、こうやって私が頑張ってきたことを認めてくれて、父親が少し金銭的に補助してくれることになりました。私が勝手に行くって決めた時も別に行くって言ってなくて、いざ書類を出す時に保護者の同意書みたいのが必要だから行きますって言ったぐらいなのに、
に、補助するって言ってくれたのですごくありがたくて嬉しいです。返さなくていいって言われたんですけど、必ず出世払いしようと思ってます。こんな感じで私はたくさんの要素に恵まれて努力を救ってもらえる結果になりました。留学に行くまでまだ時間があるっていうのと、まずは病院実習を終わらせなきゃいけないっていうことがあるので、自分で時間を見つつ留学のための勉強もしつつ病院実習の方も頑張っていこうと思ってます。これでまた夢を一つ叶えることができて、こうやって皆さんに報告することができてとても嬉しいです。ちょっと留学は公私混同しないようにと再三大学から言われているので、カメラを回すことができるのかどうか分かりませんが、できる範囲でちゃんと皆さんに恩返しみたいな形で報告できればいいなと思ってます。ということで長くなってしまったんですけど、今日の動画はここで終わりにします。チャンネル登録と高評価を忘れずによろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。